みんなよく言いますね。でも本人の感覚とそれから周りの人々の感覚というのがずれることもあるけれども、微妙に一致している点では皆さんがおっしゃることっていうのは一つ、ストライクの領域に入っていると思います。それは思い込んでいることっていうのが重要だと思うんですね。で、私自身も思い込むことでバーチャルにすることでこの世の中をうまく対価なく過ごしてきたんじゃないかという感じがいたします。子供の頃はとても貧乏でありました。でもどうやってこれ貧乏であるっていうことを受け入れたかっていうと、自分がもっと貧乏である状態を想像したんですね。これ私年取ってから妄想界という名前をつけたんですが、妄想するんです例えばもう病気で寝たまんま動けない状態であったとしたら、今の貧乏で動いているよりはるかに幸せね。17世紀18世紀のヨーロッパ風に行けば楽観論とも言えるんですが、より不幸なことを想像することによって自分の不幸というのが何でもないものだというふうに感じることができる。で、この思い込める力っていうのがひょっとしたら幸せになれる大きな源だったんじゃないかなって感じがするんですね。大恩師の水木先生は幸福観察学会という学会を一人で運営なさっています。幸福ってどうやってなるんだろうで、よく見ていると水木先生の場合にも戦争を体験した世代らしく、空気が吸えてご飯が食べられて寝られりゃ幸福だと思ってるんですね。で、この幸福のコストの低さっていうのはやっぱりとてつもないものだと思います。で、我々の頃の戦後の世代はもうちょっとこの幸せのコストが高くて、本が買いたいとか綺麗な服が着たいとかっていうもうちょっとこう10万円ぐらいかかるコストの幸せの中にいることなんですけれども、これクリアするためにはでもこのコストを払えない今の自分よりももっとさらに大きな負債を抱え込んでいる人たちがいるっていうことで、自分の立ち位置というのをずっとこう下げることができるっていうことを考えついたというか、小学生ぐらいの時にどうも思いついちゃったらしいんですね。それは多分祖父なんかが明治一代女などの舞台なんかを見せて、かわいそうにあそこに出てくるお梅という女性のようにこう幸せっていうのは自分で掴み取ることなんだけれども、その掴み取ることによって周りの人々を傷つけるっていうようなことを見ていたんだと思うんですね。それだったら諦めた方がずっと自分にとっては幸せになれるんじゃないか。で、諦めって実は最大の思い込みで、幸せが存在しないというこの思い込みは最強の自己暗示だったような気がするな、今となっては。だから結果的に幸せの存在しないというのはゼロですよね。だからゼロだからちょっとした1ぐらいの幸せを自分がゲットすると、他の人にとっては100万円ぐらいの幸せに相当するものに当たったんじゃないかと思うんですね。だから本をあんなに一生懸命読んだり漫画を読んだりできたっていうのは、あれが多分もともとゼロの幸せの中にポッと迷い込んできた100点の幸せで、妖怪と一緒に遊んだり自然と一緒に遊んだりするっていうのが、毎日ご飯も食べられず苦しい生活の中で0点の土俵の上にたまたまやってきた1000点であり満点の意味のある幸せだったんじゃないかな。それは手放すまいと思ったんじゃないかと思うんですね。言ってみれば生まれた時から最強のファンタジーを誰に教わるともなく身につけていたんじゃないかなっていうのが、皆さんの話を聞いて納得できたことですね。
まあ今の自分にとっては幸せっていうのは幸せという形では明快に指摘できないけれども、今の境地いつ死んでも別に構わんという認識になっていることが幸せなのかな。いろんな仕事までやりたいと思いますが、いろんなコレクション火事で燃えてももうそれはそれでしょうがないかなという、自分の人生に幕引きができるような心境になりつつあるってことが、実はこれから先も幸せになれる一つのポイントじゃないかと思います。どうせもう幕引きなんだからという新しいファンタジーを、幸せは存在しないのとはもう違うファンタジーを今引き寄せた幸せっていうのはあるかもしれませんね。早く来い来いおしまいがという感じですね。諦められないものはたくさんありますね。もうあらゆる分野で、例えば生き物もまだ実際に見てみたい生き物っていうのは、特にアフリカ大陸の奥の方はあまり行ったことがないですから行ってみたいとも思いますけれども、多分体に悪いんじゃないかと思いますね、そこまで頑張ると。去年アマゾンまで行ったんですけれども、まあ大変な苦労をいたしました。66歳でアマゾンの川でピラニアと一緒に泳ぐまでには、もうたどり着くまでにヘロヘロになるような苦労をいたしましたけれども、ピラニアと一緒に泳ぐという、夢は叶いました。でもこれ一つを叶えるだけで相当体力ロスするっていうのは分かりましたんで、もうあまり最後まで必要に物事に執着をしないという方針に変わりつつありますので、今この場で幕引きになってもそれを怨念に思いこの世に化けて出るということは、それほどの引力のあるものは今んとこ存在しないですね。でも今回出ていただいた師匠の方々が健康であることについてはやっぱり一番、執念を燃やしますね。皆さん師匠がいつまでも元気で師匠であるようにというのは祈りますね。一番大切なものはやっぱりリアリティに現実に存在するものですね。もう何人かの大師匠は亡くなってしまいましたが、今お話ができる師匠たちになるべく生きてる間にたくさんお目にかかり、いろんな面白い話を聞いて、自分自身をもうちょっと太らしたい、体は痩せても心は太りたいというのはいまだに肥満願望はまだ持っていますので、どんどんもう棺桶に入らないぐらい肥満になっていきたいなという感じは今でも思っています。それを与えてくださる師匠の皆さん、これが一番大切だな。夢、これがなかなかもう難しいですね。今となっては自分自身が達成する夢というのはそんなに明快な夢は持っていませんけれども、たった一つあるとすると、一生すり減らして集めてきたりやってきたりした大きなゴミが多少でも次の世代にバトンタッチされて、それがゴミから宝になるようなことが一つでも起きれば嬉しいな。これが他力本願ですが自分の夢ですね。 DNA は残さないけれども、思想の中のあるいは心の中の DNA は誰か一人の人の中に生き続けてほしいというふうな願いがありますね。偉いと思いますよ。僕もサラリーマン9年間やって、普通のサラリーマンの人たちはこんな偉い人たちはいないと思いました。土曜日日曜日も会社のために出てきて、会社の親睦会でやりたくもないような野球をやって、で夜はお酒を飲んで接待をし、好きな人もいるでしょうけれども、これは頭が下がりますね。でしかもその目的が
出世したいとかいうような凡俗なものではなく、やっぱり子供を育てたいとか奥さんを幸せにしたいとかいうような、もう普通の人間には考えられないような崇高な目的を持って頑張っている人たち、それを好きとか嫌いとかでは言い表せないようなことをやっている人たちは偉大だなと思いました。で、私サラリーマン9年間やって一番勉強したのは、普通の人たちの好きでも嫌いでもないことを黙々とやっているというあのエネルギーでしたね。で、私どうしてもそれはできませんでした。なるべく好きなことの方に滑り込ませるような方法を自然に使ってしまったんですね。だからそういう意味ではある意味で、自分に暗示をかける力とは言いながらも、ああいう人たちには本当に申し訳ないような気持ちがいたしました。もう66ですが、好きでも嫌いでもない仕事を誰かのためにやるっていうのが、この快感が体験できれば自分も一つの完成を手に入れたかなって感じがしますね。私は非常に好きなことを全部できない、好きではないこともやらなきゃいけない人たちは尊敬をいたします。ありがとうございました。荒俣さん、はい、映像質問、以上となります。そうですか、ありがとう。最後に、今日の収録いかがだったでしょうか。もう質問がね、大体あれですよ、本人をえぐるような質問ばっかりなんで、もうちょっと楽しい趣味の話とかを、するのかと思ったんですが、なかなか本質迫るような話をしなきゃいけなかった分、ちょっとしんどかったですが、なるべく軽くでなるべく重くならないように話したつもりですけれども、本人がこれだけしんどかったところを見ると相当ハードなバカバカしい話になったんじゃないかと思うんで反省しております。ありがとうございました。大変、ためになるお話たくさん聞けました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。